トランプ大統領編も今回で最終回。今日のテーマはカナダとメキシコです。大鳥ってやつだね。やっとここまで来られたよ。最後はアメリカと陸続きの国だね。そっか。日本の周りはぐるっと海だもんね。陸の国境がない日本みたいな島国、例えばイギリスやオーストラリア、ニュージーランド、フィリピンやスリランカなどなどあるけど、これは実は世界では少数派よ。アメリカとメキシコの境界は全長なんと 3141km、 日本の本州の長さが 1500km だから、その倍以上。択捉島から沖ノ鳥島まで 3000km だから、それよりも長い。そしてカナダとの国境は2国間の国境としては最長の 8891km、 南北の長さの3倍だ。アメリカとカナダ、アメリカとメキシコが密接に関わってるっていうのは、もちろんそうした地理的な意味だけじゃありません。いろんな意味で交流は活発。もちろん問題も活発。最初から軍が立ち込めてきたぞ。私たちが日本を出国するときや外国に入国するときには、空港でそれぞれ審査を受けます。パスポート見せて通過するんだよね。ゲートが混んでて3時間待ったって前にパパが愚痴ってたよ。アメリカの場合はそっか、陸続きだから。国境沿いってね、生活拠点が2つの国の間にまたがっている人も多くいて、例えば住まいはメキシコだけど会社や学校はアメリカ、住まいはアメリカだけど病院はメキシコなんてこともある。そういった日常的な交流だけではもちろんなくて、貿易も盛んに行われているよ。貿易がさらに活発に行われるようになったきっかけ、それがナフタ。何それ、ナフタ？それは石油製品。ナフタ、北米自由貿易協定。2カ国以上の国や地域がお互いに関税をなくしたり減らしたりして自由に活発に貿易しましょうっていう取り決めを、まず FTA っていうんだ。自由貿易協定、フリートレードアグリーメントの略ね。こういう略語苦手なんだよね。いっぱい出てこない？フリーには自由っていう意味の他に無料、料金がかからないっていう意味があるから、関連付けて覚えるといいかもね。フリー Wi-Fi ってお店によく張り紙がしてあるあれか。関税から自由になる、関税が無料の F。 トレードは野球でも聞くしカードゲームでも使うから覚えられるぞ。貿易ってお金と物の交換だもんね。略語はそのまんま覚えるより元の言葉の意味を少しでも知ってからの方がぐっと覚えやすくなるよ。世界中に様々な FTA があるけど、今回は先頭にノースアメリカ NA がついて NAFTA でナフタなんだ。ナフタや FTA は受験にもよく出てくるよ。直前に丸暗記する人も多い。こういった略語だけど、ちょっとずつ出てきた時に意識した方が楽ちんなので、ここで覚えておこう。はーい。で、このナフタ、簡単に言うと文字通り北米。ここではアメリカ、カナダ、メキシコね。この間で貿易をするときにはほとんどの製品に関税をかけませんっていうルール。1992年にスタート。これによって世界最大の経済圏が誕生したんだ。たった3つの国の協定だけど GDP の規模としては20カ国以上も参加している EU よりも上。それって最初に出てきたアメリカは世界で一番の大国ですって話とつながってる？パンちゃん冴えてるね。その通りよ。アメリカの圧倒的に大きい GDP が影響しています。3カ国の GDP 合計のうち8割以上、最近は9割近くがアメリカなんだ。ナフタによって3カ国の貿易は大きく発展を遂げたよ。トランプ大統領就任前の2016年時点、ナフタ内の貿易額なんと1兆ドル。日本がアメリカに輸出している金額の5倍近い金額がカナダ、メキシコからアメリカへと輸出されたんだ。次は2022年のデータ。メキシコにとって輸出割合の 77% がアメリカ。依存度がすごい。カナダにとっては 75%。カナダもなんだ。割合が大きいだけじゃない。金額だって一気に伸びたの。なんとナフタ開始前の5倍。メキシコは1980年代までは石油の輸出が中心の国だったけど、工業化やナフタによってアメリカ向けの製造拠点として大きく成長したんだ。
まだ国が発展しきっていなかったから、アメリカよりも人件費が安くてね。なんで人件費が安いの？経済が発展していないと物の値段が上がらないの。物の値段が安いとあんまりたくさんのお金を稼がなくても十分暮らしていけるから、賃金も安いままなんだ。逆に経済が発展すると物の値段も給料も上がっていくよ。メキシコってそんなに賃金が安いの？そうね。アメリカの賃金の3分の1くらいだよ。隣の国なのにそんなに違うんだね。同じものをより安く作れるし、陸続きだから運びやすい。しかもナフタのおかげで関税もかからないといいことずくめ。ここに日本も大きく関係してきます。1970年代以降、日本の製品はアメリカに大量に輸出されました。特になんだっけ、車。日本車は安くて燃費が良くて人気だったんだよね。正解。日本車の輸入でアメリカの車が売れなくなった話は昔牛肉の時に話したよね。1980年代、アメリカの自動車会社はリストラっていう人員削減や工場閉鎖に追い込まれてしまった。自動車関係の労働者が日本車をハンマーで破壊するっていうパフォーマンスなど、ジャパンバッシングが問題になったの。クビになっちゃったらお仕事ないもんね。大変だ。だからね、アメリカは日本車を輸入制限することにしたの。日本側も自主規制を始めたよ。輸出する台数を制限したんだ。で、その代わりに日本の自動車メーカーはアメリカ現地での生産に乗り出した。そっか、それなら現地の人の仕事がなくならない。そう、トヨタやホンダはアメリカに自動車工場を建設。現在ではね、アメリカにある日本の自動車メーカーで年間300万台以上が生産されています。アメリカ産の日本車か。面白いね。もちろん日本で生産してアメリカに輸出している分もあるけど、約140万台と半分ほどだから、どれだけ多く現地で作っているかがわかるね。車本体だけじゃなくて自動車部品のメーカーもね、アメリカで現地生産しているよ。あれ？でもそれにメキシコやカナダがどう関わるの？そこに出てくるのがナフタなんだよ。ナフタがあればカナダやメキシコに工場を作ってアメリカより安い人件費で自動車が作れる。自動車の価格を抑えることができる。ホンダは1995年、トヨタは2004年にメキシコでの自動車の生産を始めたよ。なるほど、ここでナフタがあって、あれちょっと待って、アメリカ現地の人の働き先としてアメリカ工場ができたんでしょ？メキシコやカナダに工場を移したら元の木阿弥じゃん。状況ちっとも良くならない。お、ハリーくん鋭いし難しい言葉を知ってるね。ご指摘の通り、アメリカの古くある工場は閉鎖されてどんどんメキシコに移っていったし、メキシコとの価格競争になるから賃金はなかなか上がらない。賃金を上げてほしいって交渉すれば、会社側はメキシコへ工場移転しちゃうぞって脅してくる。日本のメーカーだけじゃなくてアメリカの古くからある会社も工場を移しちゃった。やっぱり意味ないじゃん。せっかく日本だって車の輸出を制限したのに。この工場削減の影響を大きく受けたのがアメリカ北東部にある工業地帯。中でもミシガン州はアメリカの自動車会社でビッグ3と呼ばれたゼネラルモーターズ、フォード、クライスラーの本社がある地域でアメリカの製造業の象徴となっていた場所なんだ。なのに21世紀に入ると工場はどんどん減って2007年のリーマンショックでさらにひどい状況に。77年間世界一の自動車販売台数を誇っていたゼネラルモーターズは経営破綻。クライスラーはヨーロッパの企業に売却。ゼネラルモーターズはその後再生したものの、破産時に多くの工場が閉鎖、製造業が衰退して失業者が増え、経済的にも追い込まれ、最終的には中心地のデトロイト市まで発散してしまいました。何それ、悲惨。無職の人が街にあふれるとどうなるか想像したくないけど、悪いことをする人が増える。しかも市も破産してお金がないから警察や消防にお金を使うことができない。公園とか街灯も管理されず荒れ放題だから、どんどん治安が悪くなってく。全米でもトップクラスで危険な街になってしまったの。かわいそうすぎる。このように経済が衰退して貧困が拡大、治安が悪化したこの一帯のことをラストベルトと呼ぶようになった。このラストっていうのは最後っていう意味のラストじゃなくて、錆びたという意味のラストよ。
どっちもどっちだよ。ただアメリカの中で製造業が衰退したのはナフタのせいだけじゃなくて、同じくらいの時期に中国などのアジアの安い製品が入ってきて競争が激しくなったことも影響しているんだ。中国もものづくりバンバン取り組んでたもんね。前々回にやったもん。でそこでさっそうと登場したのがトランプさん。ここでそう、トランプさんはナフタをアメリカ史上最悪の貿易協定だとして厳しく激しく非難したよ。特にメキシコからの輸入品がアメリカに悪影響を与えてるってね。それだけじゃない。アメリカの高い賃金を求めてメキシコから移民が多くやってくる。その人たちが安い給料で働くからアメリカ人の仕事が奪われてる。追い返すべきだって。ラストベルトの人たちはきっと嬉しかっただろうけど、追い返すべきってそれはひどいよ。そうね、ラストベルトに暮らす人たちはトランプさんのこの主張を特に高く支持してね。この地域での選挙では対立候補のヒラリー・クリントンさんに勝利した。政治家未経験の新人トランプさんを大統領に当選させる弾みとなったんだ。そして選挙前の公言通り、トランプさんはナフタを再交渉することを決断。大統領に就任した直後のことだよ。ここでも判断が早いね。再交渉ということで、もちろんカナダ、メキシコとの貿易をやめるってことではなくて、新しい貿易協定を結び直したということね。これはトランプ大統領と対立する民主党からも支持を得たよ。アメリカは当時一帯一路政策で独自路線を進む中国と距離を置き始めていて、その代わりとしてメキシコに魅力を感じていたんだ。新しくできた貿易協定、その名は USMCA、 アメリカ・メキシコ・カナダ協定。 US メキシコ・カナダアグリーメントの頭文字ね。従来のナフタは廃止されて USMCA として3カ国の新しい貿易協定が2020年7月にスタート。参加している国は変わらないんだね。増やしたりはしないんだ。トランプさんは3カ国の少ない協定が好きなのよ。ディールを重視ってこと。大勢いると利害関係をまとめるのは大変だもんね。スピード感を大切にするビジネスマン、それがトランプ大統領の一つの特徴。そして新しく結んだ USMCA と以前のナフタ、特徴的な違いがこの2つ。1つが原産地規則、ちゃんとアメリカ、メキシコ、カナダの地域で作ったものだけが非関税対象ということ。例えばナフタでは自動車は 62.5% の部品が北米で作られたものであれば関税はゼロだったけど、 USMCA では 75% に引き上げ、自動車は3万もの部品で構成されていてね、エンジン一つとってもいくつも部品がある。例えばメーターやハンドル、シートベルトなどなど、部品を全部海外で作って組み立てだけアメリカでやりましたって、これはアメリカ製って言えるかな？ねるねアメリカでねっても、それは日本のお菓子だよ。ガンダムだってアメリカで組み立てたって日本のプラモデルでしょ。そうね、全くアメリカの人が作っていないものをアメリカ製って言っても働く人の仕事は増えないから意味がないんだよね。とりあえず今回の車で言うと、部品からちゃんとアメリカやカナダの工場で作ったものを現地で作ったものとして扱いますということ。2つ目、賃金条項の追加。時給16ドル、日本円で2500円以上の労働者が 40% 以上の製造に関わっているというルール。これは賃金の安いメキシコではなくてアメリカの労働者が働いていることを求めるという意味だったんだけど、でも今度は逆にメキシコの賃金が大幅に上がる傾向が出てきたんだ。メキシコ側もちゃんといろいろ自分の国の利益を考えてるってことだね。労働者の権利保護ってことも USMCA のポイント。とはいえ人件費が高いアメリカで作るより、たとえ関税を払ってでも人件費据え置きにしてメキシコ生産した方がいいっていう意見もあるそうで、なかなか一筋縄ではいかないね。さて、ここで大事なポイントとして、トランプ政権下においてアメリカの雇用は取り戻すことができたでしょうか。ここまでいろいろやったんだから報われてほしいよ。まずアメリカ全体の製造業で働く人の数は増加傾向。ただこれはリーマンショックからの回復という点で2010年頃から続いていた流れね。景気の回復は続いていたし、株価も経済の成長率も上昇傾向、失業率は低下、
ところが一方、ラストベルトの地域はどうだったか。シカゴがあるイリノイ州は2019年に製造業の労働者数が大幅に減少。他にもラストベルトを構成するミシガン州やオハイオ州、ペンシルベニア州でも減少。イリノイ州では仕事を見つけるのが難しくなって土地を去る人も現れた。サービス業や IT の分野では成長したものの、製造業は厳しい環境だったんだ。ラストベルトには恩恵があんまりなかったのか。そして2020年、失業者は急増。新型コロナウイルスのパンデミックの影響よ。あの時は世界中が大パニック。経済に急ブレーキがかかった。トランプ政権が進めていた経済対策の成果はこの影響で一気に吹き飛んでしまったの。せっかく頑張ったのに。でも協定とかはパンデミック以降も残っていたわけでしょ。もちろんコロナ後のバイデン政権でも USMCA は運用されたよ。2020年7月に開始して以来、3カ国の貿易総額は 50% 上昇。2023年には1兆8800億ドルとメキシコの GDP とほぼ同じくらいの規模まで活性化。アメリカからカナダ、メキシコへの農作物の輸出が増えるなど、アメリカにとって恩恵を与えたんだ。結果が花開いてよかったね。でもね、製造業、特に自動車産業においてはアメリカ国内の労働者が増加したっていうデータは得られていない。その一方でメキシコへの投資は活発。メキシコは世界7位の自動車生産国にまで成長したよ。アメリカの自動車部品の4割はメキシコで製造されたものに依存してる。これはトランプ政権が始まった時よりも増加してるんだ。ラストベルトの人たちの応援で最初の選挙に勝ち抜けたわけだし、きっとこの結果は悔しいだろうね。そうね、今回の再当選はトランプさんのリベンジマッチ。トランプさんはラストベルトを相当に意識してると思う。副大統領にはラストベルト貧困家庭出身の JD バーンス上院議員を選んだんだ。バーンスさんはヒルビリーエレジーっていう貧困に苦しんだ家族の歴史とその環境から抜け出した半生を書いた本を出版しててね、その本は世界中でベストセラーになったし映画化もされてるよ。トランプさんもそうだけど、政治家でそういう経歴の人って珍しいよね。今回の大統領再就任、トランプさんは前回コロナで中断されてしまったさまざまなこと、落選して続投できず4年間の空白期間があったこと、その中で温めてきた計画を一気にドッカーンと進めたいって考えてるだろうね。早速就任直後、メキシコとカナダに対して関税を 25% かけるって発表して世界中が大騒ぎになったよ。お互いの地域で作ったものは非関税ってトランプさんの時代に USMCA で決めたのに、お前が始めた物語だろ。いきなり USMCA 全否定の関税 25%。 これは一度延期されたもののトランプ大統領は関税を引き上げると言っていて、今後どうなるか、また実施された時の影響、これは予想がつかない。同時期に発表された中国への関税引き上げは実施されたしね。関税についてもだけど、この就任後の1ヶ月で他にもいろんなことが起こってる。ガザの紛争やウクライナの戦争も終わらせようとはしているけど、それがみんなの望むような平和にちゃんとつながるのか誰にもわからない。きっとこの4年間は前のトランプ大統領の就任期間よりさらに世界中がアメリカに翻弄されることになるんじゃないかな。先生が子供の時はね、西ドイツと東ドイツの2つの国が1つになったり、当時一番大きかったソ連という国が解体されてロシアになったりしたんだ。国だけじゃなくて絶対に潰れないって思ってた大きな会社も倒産した。パンちゃんやハリー君が見ているニュースも2人が大人になる頃には社会科の教科書に載るような歴史的な出来事につながるかもしれないね。何が起こるのかしっかり勉強しようっと。少しでもみんなが仲良く過ごせるといいのにな。美味しいものを食べればみんな仲良くなれると思うのに。じゃあ仲良しシーンを振り返ろっか。トランプ大統領と日本の安倍首相は2人ともゴルフが大好きだったということは覚えているかな？覚えてるよ。お互いの国を行き来するたんびにゴルフをしたんでしょ。終わったらきっと豪勢なディナーを食べたんだろうね。それがね、初来日の時ゴルフの後に出された食事はなんとハンバーガー。トランプ大統領はハンバーガーが大好き。僕もハンバーガー大好き。ハンバーガー？せめてお肉なら高級ステーキとか料亭ですき焼きとかじゃなくてね。なんで
ハリー君は大人の接待事情にまで詳しいの？もちろんそういうところにも行ってるけどね。その時のハンバーガーを作ったのは東京の芝公園にあるマンチズバーガージャック。お肉に徹底的にこだわっているお店で、アメリカ牛の塊肉をお店でさばくところから作り始める本格派。マンチズバーガーさんは YouTube もやっていて、トランプ大統領が来日した時にどうやってハンバーガーを出したのかっていう話も紹介してくれているから見てみてね。その時のハンバーガーはお店のメニューになってるよ。その名もトランプセット。コルビージャックチーズバーガーにポテトとコールスロー。美味しそう。いただきます。